戦場で兵士が重傷を負った時に衛生兵が駆け寄ってモルフィネを注射する。するとそれまで苦しんでいた兵士が途端に痛みから解放されて穏やかになる。今回皆さんと一緒に探っていくテーマは、第二次世界大戦の野戦医療における鎮痛剤モルヒネのシステム運用です。ただ今回の私たちのミッションは、単にモルフィネって強力な鎮痛剤だよねという薬の効能について語ることではありません。使い方を間違えれば兵士を死なせてしまう恐れのある劇薬。それがなぜ前線の兵士には本来の野戦医療の決まりよりも2倍も多い量が配られたのか。全ての秩序が崩壊したかのような混沌の戦場で、軍隊がいかにしてこの危険な麻薬を管理し運用するためのシステムを構築していたのか。日常の論理が完全に崩壊した場所でいかにして機能するプロセスを作り上げるか、それが今回のテーマの核心になってきますね。そうなんです。その知られざる裏側に迫ります。さて、まずはそのモルフィネがどうしてそれほどまでに戦場で重要視されていたのか、その根本的な理由から見ていきましょうか。はい、そこが全ての出発点になりますね。最大の理由は、それが患者の生死、つまり命に直結するからです。ただの痛み止めじゃなくて、モルヒネは脳や脊髄の受容体に直接作用して痛みの信号を強力に抑え込みます。激しい痛みを抑えることで息苦しさを和らげ、さらには激痛によって体の機能が停止してしまうショック状態を防ぐことができます。ショック状態。戦場で身体の一部が吹き飛ぶような大怪我をした時に、痛みそのものが命を奪う引き金になってしまうんですよ。歯を食いしばって我慢すればいいというレベルの話ではなくて、命をつなぎ止めるためのどうしても必要な手段だったわけですね。まさにその通りです。でもここですごく疑問に思うのですが、広報の野戦病院ではモルヒネの管理ってむちゃくちゃ厳しかったはずですよね。極めて厳格でした。鍵付きのロッカーに厳重にしまっておいて、在庫と使用量の監査をするほど厳格に管理されていたと資料にあります。それなのになぜ規則も何もない戦場のど真ん中でそんな危険なものを使いたんですか？それは実に鋭い視点ですね。実は戦場において軍隊が本当に恐れていたのは、私たちが想像するようなモルヒネの依存性や中毒ではなかったんですよ。現場で最も恐るべき危険性は過剰投与、つまりダブルドーズによる呼吸抑制作用だったのです。それはつまり息ができなくなるということですか？その通りです。モルヒネは痛みを消し去る代わりに脳の中の呼吸を司る中枢の働きまで鈍らせてしまいます。うわー、それは怖いですね。自分を救うための薬で死んでしまう。そうなんです。ですから軍隊の医療マニュアルには極めて厳格なルールが定められていました。まず標準の1回の量は4分の1グレインとされていました。グラムに換算すると約 0.016 グラムです。わずかな量です。そのほんのわずかな一つまみが生死を分けるほど強力で、測り間違えたら死んでしまうということですね。その通りです。そしてマニュアルには続きがあります。はい。激しい痛みを伴う場合は15分から30分おきに最大3回までは投与可能とされていました。なるほど。時間を空ければいいわけですね。ですが呼吸数が毎分14回未満の患者には絶対に投与してはならないと固く禁じられていたんです。意識不明の患者や頭部に負傷を負っている患者にも絶対に投与してはいけないと、脳へのダメージをさらに悪くする可能性があるからです。なるほど。さらにはやけどの患者に対するルールもありました。やけどなんて想像しただけでも一番モルヒネが欲しい激痛じゃないですか。そう思いますよね。しかしやけどは酸欠状態を引き起こす危険があるため、どれだけ激痛を訴えても先ほどの4分の1グレインを超えて投与してはならないと厳重に警告されていました。なるほど。確かに病院ならば完璧なルールですね。病院ならばですね。でもそんな厳しいマニュアルがあるなら、それこそ軍医とか専門の訓練を受けた衛生兵にしか絶対に扱わせちゃいけないはずですよね。まさにそこがマニュアルと現実の最大のギャップであり、このテーマの面白いところなんです。本来ならば専門家だけが扱うべき薬なのですが、現実の戦場はそのルールを完全に崩壊させました。実際にヨーロッパ戦線で活動した第60歩兵連隊の記録を見てみましょう。はい。
彼らは出撃前のパトロール隊員たちに対して指定のポケットでモルヒネのシレットを携行させ、全員がどこにそれがあるかを把握しておくことというものです。それって衛生兵じゃなくて戦闘任務に就く普通のパトロール隊員がポケットにモルヒネを持っていたってことですか？その通りです。そして全隊員がその使用方法の指導を受けておくこととも徹底されていました。それはもうたくさんの人間をにわかの救急隊員にしてしまうようなものですよね。そもそもそのシレットってどんなものだったんですか？医療の素人が通りがかりに簡単に撃てるようなものなんですか？このシレットというのはとてもよくできた小型の使い捨て注射器のことです。わかりやすく言うと、歯磨き粉の小さなチューブのような形をしていて、その先に細い針がついています。で、ギュッと指で絞り出すだけで一気に薬が体に注入される仕組みです。なるほど。チューブをギュッと潰すだけなら怪我をしてパニックになっている兵士でも、あるいは手の震えている素人の仲間でも確実に打ってあげられそうですね。現場のためにすごくうまくデザインされています。でも薬の量はどうなっていたんですか？薬の量ですね。実はこの前線で兵士たちに配られたシレットには、マニュアルの標準量の2倍にあたる2分の1グレインのモルヒネがあらかじめ入っていたんです。過剰投与、つまりダブルドーズが恐ろしくて呼吸抑制作用で死ぬかもしれないから、マニュアルであんなに厳しく制限していたのに、なぜ素人が扱う使い捨てのシレットには最初から2倍の量がドカンと入っているんですか？そう思いますよね。答えはズバリ時間なのです。戦場では重傷を負った瞬間から激しい痛みによるショック状態が猛スピードで進行します。衛生兵を呼んで彼らが到着するまでのわずか数分間、その数分間がまさに生死を分けるんです。待っている間に死んでしまう。そうなんです。だから軍のシステム設計者たちは、専門家がじっくり症状を見極めて少量ずつ打つという専門性よりも、たとえ素人であってもとにかく今すぐ一発で強力な痛み止めを打てるという即時性を優先したのです。なるほど。つまり専門家を待っていたら痛みのショックで死んでしまう。だから2倍の量によるリスクを取ってでも全員が最強の薬にアクセスできるようにシステムを分散化したわけですね。まさにそういうことです。でも誰でもすぐに強力な薬を打てるようになったということは、その分過剰投与のリスクはさらに跳ね上がりますよね。はい、おっしゃる通りです。例えば、倒れている兵士に仲間の A さんがしれっと1本撃つ、その後遅れてやってきた別の B さんがおい大丈夫かって言いながらもう1本撃ってしまったら、はい、ありえますね。それこそダブルドーズのさらに2倍で確実に呼吸が止まってしまうじゃないですか。誰がいつ撃ったかどうやって管理していたんですか？そこがこの分散化されたシステム運用の最大の弱点でした。やはり本来の軍のルールでは、これを防ぐために救急医療タグという紙の札を使うことになっていました。紙の札。そこに負傷の種類とか投与した薬、時間を書き込んで患者の体に結びつけることになっていました。それが本来の情報伝達システムですよね。はい。しかし激しい戦闘中とか大量の死傷者が一度に出た場合、このタグを細かく記入する時間すら省略されて、とにかく後方への搬送を急ぐことが多々あったんです。紙の記録すらままならないと。じゃあ現場の兵士たちはどうやってその恐ろしいダブルドーズを防いだんですか？ブーゲンビル島の戦闘記録にですね、彼らは前線でモルフィネを投与した際、その患者がすでに投与済みであることを後方のスタッフや他の兵士に知らせるために、使用済みのシレットの空の注射器をなんと患者の上着や襟に直接ピンで留めておいたんです。それは凄まじいハックですね。でも激しい戦闘中の戦場ですよね。走ったり泥の中を這いつくばったり担架に乗せられたりしたら、そんなピンで止めただけの注射器なんてすぐに外れて落ちちゃうんじゃないですか？もちろんそのリスクは常にありました。決して完璧なシステムとは言えません。しかしマニュアルと現実の激しいギャップを埋めるために現場の知恵として定着していったんですよ。なるほど。紙の記録が残せないなら患者の衣服そのものをカルテにしてしまうという物理的なシグナルを作ったわけですね。まさにそういうことです。いやー、すごいな。ここまで物理的な命を救う話をしてきましたが、現場の生々しい話を聞くと兵士たちのメンタルがどれほど追い詰められていたか想像を絶しますよね。ある資料ではモルヒネの鎮痛作用を魂を奪うような効果と表現していますよね。ソウルスティーリングエフェクトですね。薬が効いて穏やかになるという以上の意味がありそうですが。
そこが最前線の兵士たちが感じていた強烈なギャップを物語っています。ギャップ？前線で孤立し、助かる見込みのない重傷を負って死を間近にした戦友がいたとします。はい。その仲間に対してせめて最後の苦痛だけでも和らげてあげようと兵士がモルフィネを打ったというエピソードです。その瞬間、それまで激しい苦痛にもだえ叫び声を上げていた兵士が嘘のように静かになり、まるで魂が抜けたように穏やかな表情に変わったのです。はあ、あまりにも急激な変化だったわけですね。そうなんです。さっきの話で性に執着して叫んでいた人間が薬の力で強制的に全てを手放したように見えてしまった。はい。だからこそそれを見た仲間は平和になったのではなく、薬に魂を奪われたと感じてしまった。ええ。それはもう単なる医療物質という枠組みを完全に超えていますね。その通りです。究極の状況における最後の救済であり、同時に恐ろしい魔法のような。ええ。いつの時代も最前線で戦う兵士たちはいつ自分の体が砲弾で引き裂かれるかわからないという究極の恐怖と常に向き合っています。そんな絶望的な状況において、自分のポケットの中にある一本のシレットは絶大な意味を持っていました。ポケットの中の一本？はい。これがある。これさえあれば最後は苦しまずに済むという心理的なセーフティーネットとして機能していたんです。なるほどなるほど。激しい痛みから体を守るだけではなくて、いつ死ぬかわからないという死の恐怖から心を守るためのお守りでもあったわけですね。まさにお守りですね。だからこそ専門の衛生兵だけに持たせるのではなくて、パトロールに出る全員のポケットにこのシレットを入れておく必要があったんだ。そういうことです。医療の専門家から見れば危険な薬のばらまきに過ぎないかもしれませんが、現場の兵士の崩れそうな心を支えるためにも欠かせないアイテムだったと言えますね。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃しないようにチャンネル登録とベル通知のオンもお願いします。 YouTube のおすすめ機能で表示されない場合も確実に皆様へ動画をお届けするためです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。